やばいっす。それはもう必死になって探してます。小川祐介、店の名前はユニバーサルズです。造語なんですけれども、ユニバーサル普遍的なっていう言葉と、あとサウンズ、音っていう、それをくっつけたユニバーサウンズっていう造語でつけました。僕1971年生まれで、浪人して高校出て20歳までは札幌にいたので、僕の友達がみんな音楽好きで、その後ちょっと DJ になったりとか、ミュージシャン目指したりとか、シスコに入ったやつがいたりとか、高校時代そういう連中が多くて、すごく感化されましたね。分け隔てなく友達から勧められるのを何でも聞いてた感じなんですけれども、やっぱり一番大きいのは東京に来て、ちょうどレアグルーブ、1990年代初頭だったんで、レアグルーブでレコードに興味持って買い始めたのが最初ですかね。多分あの頃っていわゆるプレスティッチのソウルジャズとかジャズファンクがレアグルーブ、これぞレアグルーブって言って、それこそマンハッタンさんとかがいっぱい再発してて、その中のどれかを多分買って、あ、こんなかっこいいのがあるんだって、そこから始まったと思うんですよ。その中でやっぱりアシッドジャズブームが来てて、ガリアーノであったりとかスマッシュバタックを聴いて、この辺から彼らの音楽ってベースにやっぱりレアグルーブが、その人にそういう音楽があるんだっていうのが見えたんで、じゃあそっちの方ちょっと聴いてみたいなと思ったのが多分最初だと思います。渋谷は本当にレコード屋が多かったんで、ただ普段あんまり行かなかったんですけど、ジャズ専門店に行ったら知らないレコードが山ほど、こんなに知らないレコードっていっぱいあるんだ、まだまだ知らないレコードだらけじゃんっていうのが分かってからは、本当にいろんな店、今日は一応そのどこの駅行って、昔はレコヤがもっといっぱいあったんで、今日は荻窪の何店舗を全部回ってみようとか、そういう風にしてレコヤを回ってましたね。大久保にあったジャズ専門店でヴィンテージマインっていう店があったんですけれども、一番最初にレコード屋でバイトしたのが新宿だったんですよ。新宿の小滝橋通りに近いところにレコードコレクターズっていう今もあるんですけれども、休憩のたんびに大久保まで行って、でパタパタ新入館を見てっていう、あ、こんなものがある、あんなのがある、これなんだろうっていうのでずっとやってました。レアグルーブからちょっとマイナーなもの、マイナーなレーベルで面白いものが多いなっていうふうに最初思って、で最初にストラタイーストっていうレーベルがニューヨークのインディペンデントなレーベルあるんですけれども、自分が手元にあっていいなって思うレコードをよく見たらストラタイーストが5枚10枚って増えてきてて、じゃあちょっとストラタイーストを集めてみようと思って、そこからいろんなレコ屋それこそ行って、ストラタイーストがあったら知らないのは買ってっていう、レーベル買いしていくうちにやっぱりミュージシャンのつながりとかをいっぱい勉強して追って、あ、このミュージシャンはこっちにも参加してる、じゃあこのレコードも買ってみようっていうのでどんどん広がっていった感じでしたね。もう本当に見たら片っ端から買って、あとはレコード屋のご主人とかにストラタイストを探してるんですけど言ったりとか、1996年にレコードコレクターズっていう音楽雑誌でストラタイスト特集っていうのが組まれたんですけれども、その時に僕リストを提供してるんですよ。その時に多分気づいてないっていうか知らなかったのが 3,4 枚あったんですけど、ほぼ揃ってましたね。間も必死になって、その必死さが多分ずっとつながって今ここまで来てるんだと思うんですけど、本当に楽しくて、レコードへ行くの楽しいし、知らないレコード聴くのが楽しいし、もうなんだこれなんだこれっていうのをあっち行って買ってきて、こっち行って買ってきて、で聴いて手元に置くレコード、こっちの箱にはダメなレコードって1箱溜まったらどっかにレコード屋に持ってって売ってっていうのを、そういうのを延々やってて、1990年代初頭に東京に出てきて、大学長かったんですよ。院の方までいて、途中でレコードコレクターズでバイトして、でもう大学を出る時は29になってて、選択肢としては大学に残るか、もしくはレコード屋をやるかの2択しかないって自分で思い込んじゃって、できることが全然なくて、思い浮かばなくて、もう今更普通の就職もできないし、やっぱり一番楽しかったっていうか、必死になってたというか、自信があった。当時の自信なんて今から見たらもう本当に恐ろしいんですけど、今考えるとレコード始めるなんて。でもそれしかなかったんで、でレコードを始めようって大学を出て、その年の冬に始めたんですけれども、その時レコードコレクターズでバイトしてた時に後で入ってきた手代木隆平ザマンっていう、亡くなってしまったんですけれども、彼とすごく仲が良くて一緒にやろうって言って、その時は隆平がレコードコレクターズの社員になってたんですけれども、ちょっと俺レコード始めるけど一緒にやらないって言って始めたのが2001年です。
。西新宿の小滝橋通りに大ガードから入ってすぐ大観プラザっていう今カラオケ館が入ってるビル、あそこの最上階11階の角部屋のちっちゃいところで始めました。当時はあの辺レコード屋すごく多かったんで、もう今だいぶね入っちゃいましたけれども、すごくレコード屋が多くてレコード好きが集まる、僕たちもよく行ってましたし、個人的にも。新宿で6年ぐらいやったのかな。で高円寺に移ってきましたね。中央線で僕も竜兵も馴染みがあったんで、中野、高円寺、荻窪、吉祥寺あたりが候補に上がって、その中でいろいろ物件を見たり街を見たりしてる中で、高円寺が合ってるなっていう、自分たちに合ってるなっていう感じがあったんで、落ち着いてるっていうかベタっとした街なんですよね。高円寺って重心低いというか、若い人もお年寄りも男性も女性もいろんな人が雑多にいて、みんなマイペースで遊びに来る人もいれば生活してる人もいて、動線が被ってていい意味でわい雑、肩肘張らない、気取らなくていい、そうね、すごく落ち着きますね。竜兵がいた時は特にそうだったんですけれども、海外から DJ が来たり、国内もそうですけれども、みんなでトレードをよくアホみたいにトレードしてて、それはもうすごい楽しかったですね。今もだいぶトレード文化もねなくなっちゃいましたけれども、今手に入るもの、今欲しいものに対してお前は今どれを出せるんだっていう、そういうしのぎを削る感じがトレードの面白いところで楽しかったですね。もともと自分が好きだったものから始めたんで、レアグルーヴ屋で始まったんですけれども、小さい店で自分一人で回してて、じゃあどういうものが扱えるかっていうと、自分が好きなもの、自分が分かるものじゃないと扱いきれない。品数増やしても一人じゃ到底追いつかないし、知識も追いつかないし、そういう中で自分がずっと好きで見てきた、聞いてきたジャンルを基本的には扱ってるんで、そうなるとインディペンデントブラック、ジャズ・オブ・アメリカだったり和ジャズだったりとか、もちろんレアグループも好きなんで、その辺が多いですね。今はジャズが9割ですかね。マックス・ローチ、メンバーズ・ドン・ゲット・ウェアリーですね。個人的に昔から内容的にも大好きで、いわゆるインディペンデントブラックジャズ市場を考えても意義深いレコードですごく大切な一枚なんで、そういう音楽が好きだっていう人には絶対おすすめする一枚ですね。今ユニオンに勤めている塚本さんと一緒に2人でやらせていただいた本で、2人でレコード出し合って意見出し合って作り上げた本です。まさにタイトル通り、アフリカン・アメリカン、黒人によるインディペンデントなジャズを網羅したいと思って作った本で、当時10年前、いわゆるスピリチュアルジャズっていう言葉が1990年代からあった言葉なんですけれども、その言葉がちょっと大きくなりすぎたというか、実態がよく分かんなくなっちゃって、その中でもともと僕たちが好きだったものっていうのは何だろうって考えた時に、インディペンデントなブラックジャズのドロドロした感じというか、熱い感じ、俺たちの音楽をやってるっていうあの感じが好きだったんだよねっていうので、そういうくくりでちゃんと集め直してみたというか、グルービーであるとかファンキーであるとか、そういうことじゃなく、作品それぞれの背景、コンセプト、それをすくい上げて一つにまとめてみた感じです。高田馬場にレコードギャラリーっていう小さな中古レコード屋さんがあって、今野さんっていう方がご主人で、そこすごいよく通ってて、でその今野さんっていうのが当時スピリチュアルジャズって言葉もまだほぼなくて、もちろんインディペンデントブラックなんて言われてない時に、そういうジャズが好きな数少ないレコ屋の店主だったんですけれども、そこに通っていろいろ見たことないレコードを、それこそさっき言ったみたいに買ってて、その中でスティーブ・リードっていうニューヨークのドラマーのリズマティズムっていうアルバムがあるんですけれども、それをたまたま買って、それを帰って聞いた時に衝撃を受けて、あ、これだ、やっぱりこの方向、自分が思ってるちょっと怪しいジャケットだったりとか、自主制作っぽかったり、後ろにアフリカが見えるような、そういう音楽が好きなんだな、ここ行けばいいんだなっていうふうに思ったのがその一枚でしたね。もやーんと向かってたものがそこで一本にまとまった感じというか、よく当時はミュージシャン本人を探すっていうことをやってて、レコードがどうしても見つからない、ただミュージシャンを探してミュージシャンまだ持ってるかもしれないからっていう、そういうところを当時は本当によくやってて、でそういう中ですごく好きな作品がフランク・デリックっていうドラマーの作品と、ソーラーっていうソース・オブ・ライフ・アーケストラル・リベレーションっていうグループのその2枚がたまたま同時期に本人が見つかって、でコンタクトを取って、まだあまり知られてなかったんで、ぜひ CD 化してみたいっていうふうに思っ
って当時 P バインだった塚本さんに相談して、じゃあうちから出しましょうかって言って監修させていただいて、その2タイトルをやったのが一番最初です。で再発に関して一番面白かったという現代的でもありドラマチックだったのが YouTube である人が勝手にそのミュージシャンの音源をアルバムごと上げてて、それ知ってたんですけど、しばらくしたらそこのコメントに「あ、これ私のお母さんの音源だ、マイマザーのレコードだ」って言って、でその人にコンタクトを取って、はい、そしてもうお母さんそのミュージシャン本人は亡くなってたんですけれども、無事ライセンスできて再発ができたっていう、こういうのもあるんだと僕も思いました。その時基本的には裏のクレジットにある誰かを見つけて、そこから線をたどっていくのが一番ですね。最近は日本人のもの HMV と一緒にやらせていただいているプロジェクトリバイナルっていうシリーズがあって、それは日本のものを中心に他にもいろいろやろうかっていう話はあるんですけれども、今は国内のレーベルの和ジャズ作品がメインでやってますね。人気が出てしかるべきだとはもちろん思います。音楽としても魅力的だし、レコードの見つけづらさとか見つけやすさがちょうど良かったりとか、すごく人気が上がったのは納得できますけど、ちょっと値段が上がりすぎかなと。帯の文化があるんで、帯がないと1万円だけど帯がつくと5万円10万円とかっていうのがザラで、昔はそれほど日本のジャズ帯って言ってなかったんですけれどもね、今レコードの情報って誰でも調べれば何でも出てくるし、値段も分かればマトリックス番号も分かって何もかもが分かる中で、やっぱりその店の個性、何でもうちは扱えるわけじゃないんで、じゃあ自分の好きなものをとことん突き詰めて扱おうっていう、その店の個性っていうのがすごく大事かなと僕は思います。そういう店はやっぱり行ってて楽しいですし、もしくは逆に何でもかんでも雑多に入れて雑多に出してどんどん回す店か、どっちかが面白いのかなと僕は思うんで、そうですね、僕はもう本当に好きがそのまま続いてきてる。東京に出てきてレアグルーヴからレコードの面白さに気づいて、レコードを買うのが楽しくて、その中で売ることの楽しさも覚えてがずっと続いてきてるんで、ただただレコードが好きで音楽が好きでやってきてる、ただそれだけでここまで来れた。全然かっこよくないですよ。いや好きなだけなんで。再発いろいろ監修させていただいたりとか、ちょっと本もやらせていただいて、中古レコードを売らせていただいてっていう、本当に自分の好きなものにずっと関わってるんで、ここから何をしたいとかっていうよりは、それを続けていけたらなっていう、自分が好きでやってきていつの間にかこうなってるんで、体力なのか何なのか分かんないですけど、それが尽きてもうやれなくなるまでやっていけたらいいなとは思います。ですけど、その裏にそのニューヨークにあったイーストっていう伝説のライブハウスがあって、はい、そこのライブハウスのスケジュールが載ってるのが多いんですよ。そこのイーストっていうのがその文化機関で、そこが主催で出してる紙なんで、そこの一つの事業としてコンサートもやってて、はい、で裏にコンサートのスケジュールが載ってて、そのイラストとかが激ヤバなんですよ。やばいっす。それはもう必死になって探してます。当時のこのブラックニュースの裏がイーストのやつ。